前真っ暗になりましたね。行きたかったんで、最初の授業ですね。いきなり入ってくるなりめちゃくちゃでかい声で、お前ら椅子を蹴っ飛ばして机ごと飛ぶ勢いで、お前らだから負け犬なんだみたいな感じで主人公になりました。すごい心に残ってる言葉があって、ブッシューかたじけない。それがしは鎌倉で宿と食堂を営んでいる現代の武士でござる。本日は武士の人生を変えた恩師の言葉の巻でござる。いざいかん。なぜ浪人時代について話すかというとですね、やはり浪人というとですね、士官が立った何をどうしていいのかわからないそういう時代にどうやって光を見つけていったのか、皆さんにも多分経験があると思うんですけども、皆さんにお伝えしたいなと思いました。若い武士がどうやってね、わけがわからなくなった時代を生きてきたのかお話したいと思います。高校ではですね、勉強はしてたつもりだったんですね。志望校で早稲田大学に受かることができずに、本当にですね、目の前真っ暗になりましたね。行きたかったんで、周りの人たちはですね、進学も決まってたりとか、進む道が断たれるとかっていうことで、自分自身も浪人ってことを考えてなかったので、まさに夢破れるって感じで、今ブシチューブ見てる方もですね、希望のことが叶わないこととか、進学でもちょっと行きたいところに行けなかったっていうこともあるかもしれませんけれども、武士はですね、勉強したつもりだったんですけど受かることができなかったっていうことで、あまりにもショックでちょっと鬱的な感じになってたと思いますね。数ヶ月ぐらいはね、外にも出られないぐらいになってました。期待反面、がっかりも落胆もすごく大きかったと思います。かたじけない。かたじけない。結構ね、自分本当にショック受けて、親とかも心配してて、でうちの兄がですねいましてですね、本当に心配してくれて、いやお前このままこう家に引きこもってるといいことになんないぞってことで、兄が浪人になっている武士を家から出して富山の市内にある予備校に連れてってくれたんですね。で多分ですね、周りが心配するぐらいちょっとねやばかったと思うんですよ、その時の自分っていうのはね。初めての失敗というか、幼少期とかいろんなことをやらかしてたりはしてたんですけど、大学に進学っていうところで自分としては辛かったってところで予備校に入りました。予備校ではですね、すごい勉強してたし、最初にねこう予備校に入るテストをするんですけど、それも成績が良くて特進クラスみたいなところに入れられてですね、6人ぐらいですかね、なんか医学部を目指す人とかそういう人たちがいる中で、最初の授業ですね、その予備校の上野先生っていうね、英語の先生がいたんですけど、いきなり入ってくるなりめちゃくちゃでかい声で、お前ら椅子を蹴っ飛ばして机ごと飛ぶ勢いで、お前らだから負け犬なんだみたいな感じで、すげえ暴力教師初めて見たみたいな感じで、表情も髪の毛オールバックにしてて、見た感じ本当にヤクザかみたいな机と椅子を蹴り飛ばして、周りに医学部進学とかの人たちは本当にビビっちゃって、おおやべえみたいな、なんてとこに来てしまったんだみたいな。今だったらねコンプライアンスとかいろいろあってできないんだろうけども、本当に自分の好きなようにやるっていう感じで、人のことはあんま気にしない、自分が本当に信じることを真剣にこうピュアにやるっていうところがすごいなって思って、武士にはねその上野先生がちょっと乗り移ってるかもしれないですね。上野先生はですね、英語の先生だったんですけど、めっちゃくちゃ英語喋れるんですよ。でも聞いてみたら海外とか一回も行ったことないですよね。なんでこんなに喋れるんだろうなって言ってすごいびっくりしたんですけど、自分がねその英語を勉強しようって思ったのも多分上野先生の影響があったと思います。彼は言葉遣いも荒かったんだけど、海外の人のことをケトウって呼んでたんですよ。西洋人にイエローモンキー呼ばわりされる日本人として、それをなんか跳ね返すような結構気概のある感じで英語を堪能に話しつつ、日本の昔のことをよく知ってる先生でした。彼はね熱血教師であったんですけど、クラスだよりみたいなそういうなものを用意してて、いろいろ思うことをこう綴ってるんですね。励ましの言葉っていうよりか、葉っぱをかける言葉の中にすごい心に残ってる言葉があって、自分の人生の主人公になれっていう言葉だったんですよね。その中身の中にも書いてあったんですけど、彼自身が関西の立命館大学行って、その英語とかいろいろ勉強して社会のために何か役に立ちたくて、立命館卒業した後白バイ隊員だったんですね。よしこれで街の平和を守るぞ、そういうピュアな気持ちで言ってたんだけど、取り締まりとかそういうことをやるようになって、やってることが人のためになってないんじゃないかって自分に疑問に思い始めて、それで白バイ隊員を辞めてしまったんですね。でその後自分で何ができるかなって言った時に、落胆してる子供たちに英語を教える、それで予備校の先生になって、その時もね30代だったと思うんですけど、それで育英予備校、名前をようやく思い出した、富山県の育英予備校ねの校長先生になった感じなんですよね。彼はね白バイ隊員でもあって、すごいバイク乗りこなせるテクニックもあるんですけど、うちの兄貴もそこの予備校にお世話になってたんですよ。兄貴も上野先生と一緒にバイクにねツーリングに行ったりとかして、自分もねいろいろこうバイクの乗り方を教えてもらいました。関東の人はあんまり聞いたことないかもしれないですけど、北アルプスっていうねところが上高地あたりから阿房峠っていうね、熊とかもたくさん出るんですけど、鹿とかもね、ニホンカモシカが
いるところ、結構高いところなんですけど、そこに阿房峠っていうのがあって、突然にこう鹿が出てきたりとかするんですけど、そこの峠を一緒に攻めるとかやってました。彼のおかげで武士はバイクに目覚めるってことになりました。かたじけない。かたじけない。上野先生との出会いは自分の人生を変えるものだったと思うんですけど、彼のね、自分の人生の主人公になれっていうのは、主人公っていろんな主人公がいるんですよ。元気な主人公もいれば、ちょっと脇役的な主人公もたくさんいると思うんだけど、自分の人生の中でやりたいこととかにチャレンジするっていう意味では、誰でもがこう主人公になれる。まさにね、武士はこの武士という形になって今生きております。うつ的な状態になって家に引きこもろうとした時代もあったんですけど、でもその上野先生っていうのは明らかにこうわざとみんなに葉っぱをかけるためにこうアクションとか GTO みたいな振る舞いをしてたの。自分もね、やっぱり彼がやっているように打ちひしがれてる人たちっていうのを何か力になってあげたいなとかっていうところで、彼の存在っていうのはすごく大きかったかなと思ってます。武士がこの格好になったのをもしどこかで見てくれたらいいなと思って上野先生待ってます。主人公になりました。かたじけない。高校から大学の浪人っていうところで昔の自分はすごく落ち込んでしまって、そういう自分にはよく自分の人生の主人公になれたなと思って、ちょっと褒めてあげたいなと思ってます。あの時ね、やっぱりそういうちょっと頑張ったけどなんとかできないっていう経験をしたってことでね、挫折っていうんですかね、経験できたことがすごく良かったので、昔の自分がいたから今のこの自分があるってことですごい良かったです。今これを見てくれてる皆さんにはですね、自分の人生の主人公になるっていうのはもちろんそうだし、ここにいる若者とかにも伝えていて、何でもいいんですよ。自分の好きなものとかがまだ見つからなくても、自分が何か好きでやってることとか、そういったものをこう少しでも自分からやってみたいと思うんだったら一歩出せるようにしていったらいいと思うので、今中学生、高校生、大学生、小学生もいますけど、そういう子たちにはやっぱり自分の好きなことで食べていけるように、自分のできることを教えられることは教えてやっていってほしいなと思ってます。挫折はみんなそれぞれあると思いますけども、一生懸命頑張りましょう。鎌倉武士かたじけない。かたじけない。今回は浪人時代にあった恩師の人生を変えた言葉でしたけれども、いかがだったでしょうか。もしですね、面白いとか応援したいなと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いしたいということある。コメントもね、ぜひ書いてほしいです。皆さんのね、こういう経験で挫折した体験とかももしよかったらコメントに残してください。かたじけない。